もし近所で親しくしていた一家が突然何も告げずに失踪してしまったら、1999年9月1日、フランスノルマンディー地方ティリーシュルスール早朝、その村の小さな診療所の前では44歳の医師イブ・ゴダールとその子供たち2人が白いキャンピングカーに荷物を積み込んでいました。先生、お出かけですか？微笑ましそうに目を細めながらイブに話しかけた村人。イブは患者が呼べば深夜でも関係なく駆けつけるような献身的な医師で、村では非常に好かれていました。数日、子供たちとヨットクルージングに行くんです。村人の問いかけに笑ってそう答えたイブ。一方で村人には一つだけ不可解に思うことがあったんです。奥さんは一緒じゃないのか？家族の中で妻のマリーだけが見当たらなかったのですが、診療所の電気は消えており、家の中にいるわけでもなさそうな様子。この時、村人は想像もしていませんでした。その診療所の中が血まみれだということを。突如消息を絶った一家と血まみれの診療所。一体その家族の間に何があったのか。子連れで逃亡したその男の謎に包まれた最後とは。おざす、けんちゃんです。みめみこです。みおさん、僕ね、最近ね、驚いたことがあって。サプライズ？なんかさ、ネットフリックス開いたら、映画のランキングが全部そいつになってたんだけど、わかる？何か。まあ私もなんかそこそこ見てるからわかるわよ。わかるね。コナンでしょ？ブブー。あ、違うの？コナンです。あ、ごめん。正解の効果音。ブブー、うちの家庭。アメリカの正解は×みたいなやつでしょ？知らんけど、それは。全部コナンみたいな感じなの。文句あんの？ある。あるんだ。俺コナン見ないからわかんない。あ、そう、私もコナン見ない人だから。コナンさ、なんであんな人気なの？ディスってるわけじゃない。その見てないってだけでつまんないとは言ってない。見たらおもろい。まあまあ。ただ、あんだけ人気なんだっていうのは驚きなんだよ。コナンがいたらさ、周りで死ぬ子供なわけじゃん。怖いじゃん、こっちも。まあでもなんかさ、同じ事件を取り扱ってるっていうことでは、アルゴメトリーと、まあ似たところはあるんだけど、大きく違うのは、トリックを推理するみたいなところが違うじゃん。トリックの推理がみんな好きなんだ。ってことなんだと思うわよ。で、私あんまりその映画を見るときに推理小説とかもそうなんだけど、頭をあんまり働かせたくないから、あんま見ないのよね、昔から。やっぱさ、あることの違いって実際にあった事件を題材にしてるかどうかってところあって、トリックを解くために、その事件が実在してなくてもいいってことだよね。結局ね。そうそう。まあ私たちはなんかトリックっていうよりどっちかっていうと人の心理とかの方にね、フォーカスを当ててるからね。だからコナンってこんな人気なんだみたいなさ、驚きよね。なんで私の友達になんか前も言ったかもしれないけど、歴代コナンのオープニングって、んでれってれーっていう曲あるじゃない。あれのイントロとかどういう楽器で演奏してるかが違うオープニングが流れるらしくて。あ、そうなんだ。そう。で、そのイントロに違いがあって、そのイントロだけを聞いて、コナンのどの映画のタイトルか当てれるやついた方がいい。映画って全部違うってこと？そう。全部違うの？最初の音。そう。でるトゥルっていう旋律は一緒なんだけど、音程は一緒だけど、まあ楽器とか、なんかそういう雰囲気が違うらしいよ。みたいなあるみたいなことわかんないけど。知らないです。いや、すごいよね、でもね。なのでね、皆さん、なんでコナンがそんなに好きなのかっていうところね、ちょっと僕知りたいんで、ぜひね、見てる方多そう。そう、あれば、コメントでぜひ教えていただけるとね、幸いです。今回はフランスの有名な未解決事件、ゴダール一家失踪事件をご紹介します。この事件は絶対に解明不可能と言われており、フランス警察も解決を諦めてしまっているんです。警察がそうやってわざわざ諦めたってさ、世間に公表するってことは、ちゃんとそれなりの理由があるってことよね。そうなんです。この事件は一見家族間の殺人とその後の逃亡劇のように見えるんですけど、実はね、それらは全部ただの見せかけだったっていうね、もう一つのゾッとする説も存在するんです。まあ皆さんもね、どの説が本当なのかっていうのを推理しながらね、見ていただければと思います。ある日突然、旅に行くと言って消息を絶った一家。彼らが出かけた後の家の中には殺人の痕跡が残されていたんです。異端とされた医師。1999年9月8日、フランスノルマンディ地方ティリシュルスール、村の小さな診療所へ数名の警察官が訪れました。ゴダールさん、いらっしゃいますか？外から呼びかけても返事はありません。それもそのはず、診療所を経営している医師イブ・ゴダールは1週間前に子供たちを連れてヨットクルージングへ出かけて以降、消息を絶っていたんです。ヨットの返却予定日である9月5日になっても港へ戻らなかったイブとその子供たち。港の近隣の駐車場には一家のキャンピングカーが放置されていました。一家の行方が一向にわからないその状況に際し、警察はその自宅兼診療所を訪れることにしたんです。そして無人となっていたその診療所の中へ足を踏み入れた警察。彼らはその中で血まみれの寝室と浴室を目撃するんです。
これはやはり殺人事件の線で間違いなさそうだな。現場の凄惨な状況に確信めいた様子でそう口にした警察官。実のところ港付近の駐車場に放置されていた一家のキャンピングカーからも大量の血痕が見つかっていたんです。車内には鎮静薬モルヒネの使用済みアンプルが捨てられており、警察はそれもまた殺人に関係があると考えていました。現場から遺体は見つかっていませんが、一家の車と診療所で発見された血痕はいずれも彼の妻マリー・フランスのものであると判明。一家がヨットクルージングへ出かける前日、夫婦の激しい口論を聞いたという近隣住民もいました。先生はこの村へ来て6年になりますが、これまで夫婦喧嘩をしているところなんて見たことがありません。だから正直驚いてはいたんですが、近隣住民からも慕われていた医師とその妻の間に一体何があったのか。実は6年前にこの村へやってきたその時から一家はいずれこうなる運命だったのかもしれないんです。1993年、医師のイブ・ゴダールは妻のマリーと生まれたばかりの娘カミーユを連れテリー・シュルスールの村へ引っ越してきました。先生、今日も精が出ますね。村人が声をかけたその先では金槌を片手に汗を流すイブの姿が。その村の小さな納屋を購入した彼はそこを自宅兼診療所に改造。休診日に少しずつ自ら工事を進めていたんです。この診療所もだいぶ形になってきました。ところでその後お体はどうですか。話しかけてきた村人と気さくに談笑を交わすイブ。患者に対して献身的だった彼は村人から非常に好かれていました。またイブは一般的な内科にとどまらず東洋の針治療などにも精通している研究熱心な医師。その博識ぶりもまた村人からの人望につながっていたんです。殺人犯だって聞かされて聞いてたらなんかすごいいい雰囲気の人じゃない、患者さんにもこうやって献身的でね、診療所の改修工事も自分の手でやっちゃうってすごい働き者じゃないね。働き者だったってところは絶対間違いないですね。ただイブはある意味仕事に対する情熱が間違った方向に強かったんです。村へ来て2年が経つとイブと妻マリーの間には第2子の息子マリウスが誕生。イブは休診日には娘と息子を連れて魚釣りやキャンプに出かけるなど小煩悩な姿を見せていました。ただ妻マリーとの関係性はこの頃から不穏になり始めていたんです。今月も赤字か。このままでは診療所が潰れてしまう。そう、イブは村人からは慕われている医師でしたが、小さな村の診療所の収入は少なく多額の借金を抱えていました。実のところ彼は医師会から異端とみなされ孤立した末にその村にたどり着いた医師。先ほども説明したようにイブは非常に研究熱心な医師ですが、研究に熱が入りすぎた結果過去に2度業務停止処分になっているんです。そのうち一度は医師には認められていない調剤行為を行ったとする薬剤師法違反。そしてもう一つは医師会から高く評価された論文を新聞に掲載した際の広告行為の違反でした。お医者さんがさ、薬剤の調剤を自分でやっちゃダメっていうのはなんとなくわかるんだけど、論文を新聞に載っけちゃダメっていうのはなんでなの？これはね、医師が自分の医療機関に感情をね、誘導させてはダメっていう決まりがあるからなんです。というわけで本日のメトラキーワード、フランスにおける医師の広告行為について。医師の広告行為は多数の国で規制されており、日本でも古代表現、他の医療機関との比較、客観的に事実だと判断できない体験談などの広告掲載が禁止されています。フランスはさらに厳格で、医師はいかなる広告行為も禁止。フランスで医師の広告行為が禁止されている理由は、医師が経済的な利益のために患者を誘導してはならないとされているため、医師会の許可を得れば例外的に広告掲載が可能ですが、載せていい内容は住所や電話番号、診療時間、診療科目など最低限の情報だけ。治療費や実績など患者の選択に影響を与える可能性がある情報は絶対に載せてはならないんです。広告行為の違反などの理由で2度の業務停止処分を受け、医師会で完全に腫れ物となってしまったイブ。同業者から敬遠された彼はもともと勤務していた診療所を離れ、田舎の村で自分の診療所を作ることに。その診療所の経営だけでも大変でしたが、彼はその他にも自ら試練を作ってしまうんです。ティリーシュルスール村で独立開業したイブはその後商工業者防衛同盟、通称 ODCA と呼ばれる自営業者の組合に参加。 ODCA は社会保険料の支払い拒否など過激な抗議活動を行っている団体で、イブ自身も日本円換算で380万円相当の保険料を滞納していました。公的機関からの財産差し押さえに遭い、家計はもはやボロボロの状態だったんです。イブと妻のマリーはもともと非常に仲のいい夫婦でしたが、その生活で不安にさらされた妻はいつしかカウンセリングへ通い詰めるように。そして夫への不満を担当カウンセラーに漏らしていたマリーはある時こんな話を切り出すんです。ねえ先生、私の愛人になってくれない？
マリーは日記にも夫への露骨な不満や不倫願望を綴っており、その内容は夫のイブが目にすれば正気を失っても不思議ではないほどのものだったんです。このように一家が財政難に陥るに従い、イブとマリーの夫婦関係は崩れていきました。そんな中、迎えた1999年8月31日、夜の診療所から響いたのは、近隣住民が6年間一度も聞いたことがなかった夫婦喧嘩の声。この時、イブは妻のマリーを手にかけてしまったと考えられるんです。妻が生活苦に耐えかねて喧嘩になったのか、もしくは夫が妻の不倫願望に気づいて喧嘩になったのかも。どちらにしてもこの夫婦喧嘩がさ、殺人の動機になったのは間違いなさそうよね。気になるのはね、殺人が起こった後のイブの行動なんです。彼は子供たちを連れてクルージングに行くそのタイミングで妻の遺体を運び出した可能性が高いんです。消し去られた遺体。近隣住民が夫婦の口論を聞いた翌日の1999年9月1日の早朝、イブは2人の子供たちとヨットクルージングに向かうためキャンピングカーに荷物を積み込んでいました。この時、診療所の前を通りかかった村人は妻のマリーがいないことが気になったと言いますが、イブはこう説明しています。妻は船が大の苦手でして、今回は僕と子供たちだけなんです。つまり妻のマリーは診療所で留守番をしているはずですが、診療所に人の気配はなく、村人は違和感を感じていたんです。ここからイブは150キロの距離を走り、港町のサンマロからヨットで出港。翌日にはフランスの税関警備船がイブのヨットを見かけ、立ち入り検査をしているんです。この時、税関職員は船内でイブの子供が眠っていることだけを確認し、異常なしと判断。ただこの時、子供たちはおそらく意図的に眠らされていました。最初に少し説明したように、港付近に止められていたイブの車からは妻マリーの血痕のほか、鎮痛剤モルヒネの使用済みアンプルが見つかっています。イブはモルヒネで子供たちを眠らせている間に、彼らに気づかれないよう車に隠していた遺体を取り出して遺棄したと考えられるんです。イブは出港前にスーパーで洗剤や雑巾を購入しており、それらも彼のキャンピングカーの中に残されていました。結果的に車は血まみれの状態で放置されていましたが、イブは時間に余裕があれば血痕も隠蔽するつもりでいたのではないでしょうか。9月1日にヨットクルージングに出たイブとその子供たちは、ヨットの返却日である9月5日になってもサンマロの港に戻りませんでした。同日、警察はサンマロから180キロ西に位置する島の沖合でイブたちのヨットに付属していた救命用ボートを発見。そのボート内からはイブ名義の小切手、防水ジャケット、衣服などが見つかっており、彼がそのボートでヨットから脱出した可能性が示唆されたんです。こうして一家の失踪から5日後の9月10日、自宅や車から血痕が発見された事実も踏まえ、警察はイブを殺人容疑で国際指名手配。閑静なティリーシュルスールの村に連日報道陣が詰めかける騒動となったんです。これちょっと遺体をどこにやったかもそうなんだけど、イブと子供たちがどこ行ったのかって行方も気になるわよね。そこですよね。一体イブと子供たちはどこへ消えたのか。この後事件は衝撃的な結末を迎えるんです。謎だらけの逃亡生活。イブとその子供たちが失踪して数日後、警察宛てに一通の手紙が届きました。その手紙の内容は、イブとその子供たちの姿をイギリス領マン島で見かけたというもの。警察が島のホテルに問い合わせたところ、確かにイブと見られるフランス人男性が子供2人を連れて3日ほど宿泊していたというんです。その際、6歳の娘カミーユがイブにこう問いかける姿も目撃されています。ねえ、ママはどこに行ったの？マン島はイギリスとアイルランドを隔てるアイリッシュ海に浮かぶ島。イブたちがその島にいた事実は、彼らがイギリスへの上陸を含め陸路と海路で700キロ以上移動したことを示していたんです。またイブはこのイギリス上陸に際し、警察の撹乱を図っていました。彼らの目撃情報が寄せられた約1週間後の9月16日、警察はフランスのチャンネル諸島沖でイブたちのものとみられる救命胴衣を発見。さらにこの1週間後にはイギリスドーセットの浜辺に先日発見されたのとはまた別の救命ボートが空の状態で漂着。海流の影響を踏まえると、それらの発見場所は不自然で、ただ漂流してたどり着いたとは考えられなかったんです。警察はそれらの証拠をイブによる自分たちはまだこの近くにいると撹乱するための作戦だと考え、イギリスアイルランド方面へ捜査を展開。しかし結局イギリス方面では何も手がかりは得られなかったんです。捜査に進展が見られたのは、事件の翌年の2000年6月6日、フランスコートダルモール沖で漁船の乗組員が見慣れないものを発見しました。おい、見てくれ、これは人間の骨じゃないか。
DNA 鑑定の結果、引き上げられたその頭蓋骨はイブの6歳の娘カミーユのものと判明。一度イギリス方面へ逃亡したイブはその後フランスの沖合まで戻ってきており、そこで娘を亡くしていたんです。さらに翌年2001年の2月から7月にかけ、このコートダルモールの沖合の島でイブの医師免許、銀行カード、クレジットカードなどが断続的に発見されました。それらは水に浸かっていた時間がごく短く、何者かが遭難を偽装するためにわざと捨てているように見えたんです。娘の遺骨が発見された際は親子が遭難死した可能性も考えられましたが、そのカード類がイブによって捨てられているとしたら彼はまだ生きているということ。要するにイブは子供たちを殺害し、自分一人で逃亡生活を続けている可能性があるんです。それから5年間捜査に進展は見られませんでしたが、迎えた2006年9月13日、警察はついにこの事件を永久に迷宮入りさせる事実を目の当たりにするんです。その日、フランスブルターニュ地方ロスコフ沖で発見されたのはイブの下半身の骨でした。逃亡生活に疲れて自ら死を選んだってことなのかしらね。普通に考えればそうなんですけど、うんそれにしてもね、所持品を自分からたびたび落としていたり、イブの行動っていうのはやっぱりちょっとね、理解しがたいんです。そして最初に説明したように、この事件にはもう一つのゾッとする説があるんです。イブの遺体が発見された5年後の2011年、フランスのジャーナリストエリック・ルマソンはこの事件に関する調査本を出版。その本のタイトルは医師イブ・ゴダールの暗殺。そう、イブは何者かに暗殺された可能性があるんです。皆さんは事件が起こる以前、イブが社会保険料支払いの抗議活動に参加していたことを覚えているでしょうか。実は2001年にその活動を行っていた団体 ODCA の代表が暗殺されているんです。団体の代表が殺害されたのは彼が海外口座で資金洗浄を行っており、その関係で口座を用意したマフィアとトラブルになってのこと。イブも失踪事件を起こす以前、イギリスやポルトガルに口座を開設しており、その口座にマフィアが絡んでいた可能性があるといいます。著者ルマソンの調査によると、南米に逃亡していた ODCA のボディーガードが次のように証言したと思う。特殊部隊のような集団がいて、そいつらがイブの一家を消したんだ。この説が真実であれば、妻マリーはマフィアによって殺害されており、イブは逃亡中の殺人犯に仕立て上げられたということ。そしてマフィアは最終的に逃亡していたイブを子供もろとも殺害。警察はこの説を公には認めていませんが、闇の力が働いた可能性はゼロではないんです。2012年ゴダール一家失踪事件に関する捜査は完全に打ち切りに。2015年には結局発見されていない妻マリーと息子マリウスについて死亡認定が下されました。こうして多くの謎を残したまま迷宮入りとなってしまったゴダール一家失踪事件。あなたはこの事件の真相をどのように推理しますか？おそすアルゴメントリーのケンちゃんです。今日はですね、皆様にね、ご報告があります。この度、私、結婚ではないです。そんなわけないんですよ、僕がね。はい。ただね、このね、2年ぐらいね、皆様にずっと言い続けてきたことがありますと。それがついに実現できるんです。というのもね、常にね、なんか皆さん同士が交流したりとかね、僕とかヤミコさんがこう会う場っていうの欲しいなって思ってたんです。ついに、そういった場ができますと。皆さんね、恵比寿駅4番出口徒歩5秒のね、めちゃくちゃ立地がいいところにですね、この度、シーシャバーシュメル、オープンします。ついにですよ、YouTube ね、6年ぐらいやってきて、やっと視聴者さん同士が交流できたりとか、あとはね、まあ僕も本当に、結構いると思うんで、オフ会とかじゃなくてもね、フラッとそこに来て、たまたま僕いたらね、ぜひね、声かけてください。ついにこういう場が作れる日が来たなとね、やっと皆様にご報告できたなと、ね、本当にね、嬉しく思います。で、そこでね、C 社吸ったりとか、でもちろん C 社吸えない人も来れるようにしてます。カフェ利用みたいなのも OK なんで、ソフトリだけとか、お酒だけとかね、バーみたいな利用とかもできるんで、そういった空間を作りたいなと思ってます。なので、まあ、古城で紡ぐ時の旅っていうコンセプトなんですけど、まあそういったテーマで C 社バーをね、作ります。まあ、内装はですね、カウンターの表面は大理石調にしつつ、床もね、マットな大理石調にして、壁は、まあちょっと緑とグレーの混ざったような色味にして、で、間接照明とか、ペンダントライトとか、フロアライトとかね、入れて、すごい、ちょっと薄暗いんですけど、怪しい感じじゃなくて、優しい明るい暖色でね、包まれる空間をね、作っていこうと思ってます。そして、このシーシャバーシュメルでは、流行りの音楽は一切流れません。ここで流れるのは、皆さんの心を解きほぐし、リラックスできるね、ジャズの音なんです。そして現在の予定はですね、今絶賛工事中で、まあおそらく6月にプレオープンで7月にね、グランドオープンができるんじゃないかというスケジュールでね、動いてますと。そんな中ね、ぜひね、皆さんにも来ていただきたいと。実際に僕も相当
店にいると思うんで、来ていただいたら結構な確率で、会えると思います。オフ会とかじゃなくてもね、実際に C シャバ来ていただければね、結構会えると思うんでね、ぜひね、お話できればと思います。ぜひね、そこで交流とかもできたらね、本当に嬉しく思います。そんな中でこのシュメルの時の旅のね、最初の仲間になってもらおうと思いまして、招待状をね、作りました。なんでクラファンをやってるかっていうと、ほぼほぼ前売り券みたいなもんです。ここでね、皆さんに早めにチケットをね、買っていただければですね、通常お店に行くよりも、かなりね、安い金額で、C 社とか、ドリンク含めて楽しんでいただけるんでね、いろいろね、そこでメトラさんもいたらね、交流もできるかなと思いますんで、ぜひね、来ていただいてね、いろいろお話できればね、僕も嬉しいです。で、どんなリターンがあるかというと、C 社をね、吸うチケットはもちろん、あとは個室もあるんでそこの貸し切りだったりとか、あとはですね、YouTube の公開収録をね、初めてその店舗でやろうと思っているんで、そこでね、公開収録した後に皆さんとパーティーをしたりとか、そういうリターンのプランもあります。あとはですね、これはね、結構ぶっ飛んだプランなんですけど、東京のどこかに、僕を召喚して何時間かお話しするっていうプランもありますし、日本全国行くプランもありますし、あとはもし海外にいてね、僕を召喚したい人がいたら、数量限定ではあるんですけど、そういったね、プランもあります。なのでね、全体ね、数量限定なので、ぜひね、この動画せっかく見ているのであれば、ちょっとでも興味あったらね、概要欄また固定コメントのね、リンクから、この時の旅の最初の招待状をぜひ見ていただければと思います。そしてこの C シャバーシュメル、たくさんのね、応援の声があります。まず最初ね、ラッパーのサムさん、煙の中で音が踊るような、そんな空間になるんだろうなってワクワクしてます。応援してます。そして第2グループの岩田くん。西江さんから C シャバーの構想は何年も前から聞いていました。こだわりの強い西江さんが納得いくまで時間をかけて作り上げたお店、早く行ってみたいです。そして原田千秋さん。大都会に現れた深呼吸のできる場所。とっても素敵ですね。寄り道しましょう。きっと私たちの秘密基地になるはず。高瀬東也さん。名前のない感情も煙の奥でちゃんと呼吸してる。この場所が誰かのまだ言えない気持ちの居場所になりますように。シュメル、ケンちゃんオープン本当におめでとうございます。そして若手 TV、B 山、もうね、西江健二は最高な男です。そんな男が作る C 社が最高でないわけがありません。お店のコンセプト、C 社へのこだわり、恵比寿という立地、西江健二という人間、すべてにおいて不足なし。早く吸いたい。いやもうほんとね、皆さんすっげー素敵な応援コメントいただいて本当にありがとうございます。最後にこのシュメルという場所は、一人ね、物思いにふける夜だったりとか、あとは大切な人とね、語らいたい時だったりとか、もちろんデートだったりとか、もちろんね、一人で集中してお仕事したいなっていう時でもね、いろんなね、シチュエーションで使える場です。なのでこの古城で紡ぐ時の旅、このコンセプトで皆さんにね、時を遡りながら、ね、皆さん自身のね、まるで自分のお城のような、そういった古城をね、作ろうと目指してます。そしてね、ぜひね、この動画をね、ここまでね、見ていただいてるそこのあなた、この C シャバーシュメルの時の旅の最初の仲間になっていただければと思います。この古城であなたと旅ができる日を心からお待ちしてます。というわけで、ご興味ある方、ぜひね、概要欄、固定コメント、見ていただければと思います。ありがとうございました。